12月17日、赤いハートさんと十風亭螺鈿さんのカブトムシを食べる配信が話題となりました。この衝撃の配信についてお話を伺うのは、NPO 法人昆虫食普及ネットワーク理事長の内山昭一氏。内山氏はこれまで数々の昆虫食に関する書籍や論文を発表。昆虫の味や食感、栄養をはじめ、あらゆる角度から食材としての可能性を追求する日本の昆虫食研究の第一人者です。今回はハーチャマ氏と螺鈿氏の配信を振り返りながら、内山氏に解説をしていただきます。よろしくお願いします。今日はVTuber の方が虫を食べたっていうことで、すごいですね。でぜひその様子を見ていただいて、解説やコメントをいただければと思いますので、よろしくお願いします。楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。はい。記者会見ね、早速ねやっていきましょう。本日はね、ハーチャマ氏虫食い VTuber 引退、そしてね今後についてお話ししていこうということでね、螺鈿氏虫食いを受け継ぐというね、記者会見になっております。質問がどんどん来てるので、見ていきましょう。なんで初コラボで昆虫食となったのですかということなんですけどね。こちらも聞きたいですね。いや、心当たりあるんじゃないかと思うんだけど、やっぱなんかポストとかでなんかね、螺鈿ちゃんは結構ね虫食いをね何度もねしてるっていう。そんな何度もだ、3回だけなんかゴキブリも食べたとか、なんかタランチュラも食べたことあるとかなんか語ってたから、完全に誘ってますよね。ということで、誘いました。ところで、もうなんかやりますって感じで言ってくれて、ありがたいことにね。そして、次は螺鈿さんがなぜ後継者になったのか、こっちが聞きたいですけどね。それなんかこちらに質問されましても私は何もわからないですか。確かに、これについてはホロライブの中でこんなにもいろんな虫に精通してる人はこの人しかいないということですね。先輩にいるじゃないですか。一人虫を愛する先輩がいるじゃないですか。違うんだよ、俺やっぱさ、愛してると食べれるとはまた違う。愛しててかつ食べれるじゃないとまずいの。まあ確かに。ということでね、最後にねちょっともう一つだけ見ていきましょうか。会見を終わりましょう。最後にドン桃鈴ねね氏がカブトムシとねポストをしていたんですけれども、桃鈴ねね氏、先輩ですよね。ちょっと何か一言お願いします。そうですね。美味しくいただきますので、何卒見なかったことにしてください。よろしくお願いします。螺鈿ちゃんなら許してくれるでしょう。お願いします。許してください。別に脅してはないんだよ。ハーチャマは脅してないからね。そうですね。勘違いしないでほしいね。そう、脅されてはないんですが、先輩の頼みって断れないよねっていう、そういった話でございますよ。そうですね。僕はめったに見ないというか初めて見た感じなんですけれども、楽しそうに会話してて、本当にこう引き込まれる感じがして、これからファンになるかもしれませんね。そんな印象、第一印象でした。今回カブトムシをお二人食べようとしているんですけど、食材としてのカブトムシっていうのはどういうものなんでしょうか。カブトムシっていうのは一般に一番よく知られている、昆虫だと思います。ちっちゃい頃カブトムシ飼ったよとかね、そういう経験のある人が多いと思うんですよね。でそういうふうにはよく知られている虫という意味では選択肢としてはベストかなと思うんですけれども、我々の世界だとカブトムシってのはまずい虫だということでも評判というか、定着してますので、食べるということを考えるとカブトムシっていうのはちょっと最初としてはやっぱりちょっとあまり考えにくいなというふうに思いますけどね。でよくカブトムシはですね、なぜまずいかというとですね、で外側の殻が硬いので、普通昆虫食べる場合は幼虫を食べるんですよね。一番幼虫の中で美味しいっていうのはカミキリムシの幼虫ってのは本当に美味しいので、みんなそのカミキリの幼虫を食べたいっていう人が多いんですけれども、カブトムシの幼虫を食べたいっていう人は全くいないですね。少なくとも日本の中には腐った葉っぱを食べてるので、幼虫はそういう腐葉土の
土が固まったような匂いとか、ああいう匂いがすごく幼虫は特にするんですよね。ですから幼虫の食べ方としてはできるだけ開いて中をきれいにお腹をきれいにしてこうフライにするとか、匂いを消す調味料を使って食べると。ただ殻が硬いんです。すごく硬いので殻がなかなか噛み切れないってこともあるし、そこら辺で日本のカブトムシっていうのは幼虫は本当に食べにくいし、成虫もそうやって食べればなんとかなるかなっていうくらいで、ただカブトムシといっても東南アジアのタイとかあったかいとこ、沖縄にも若干いますけどサイカブトムシっていうのがいて、ここにいるのがそうなんですけど、わかるかな？わかりますかね？若干ここサイの角みたいな感じの角が出てるやつなんですけど、これココナッツの木、ココヤシの木の朽木を食べてるので腐葉土の匂いってのは全然しない。なのですごくこれは向こうでは美味しいって言ってよく食べられているカブトムシです。だからこれはもう揚げるなりして食べてると結構バリバリ食べちゃうし、幼虫もそのまま食べれるので種類によってはだいぶ違うと思います。じゃあね、ちょっと早速、この捕まえたカブトムシから紹介しよっか。はい。この袋の中には5匹のカブトムシがいたんだよ。食べていい？なんだけどはお前さ、今はーちゃんのかレモン石、おい食べすいません。いや、食べてない。今はーちゃんもエモいエモくしてんの。すいません、ちょっとお腹空いてた。お前だってこれ配信始まる前には1匹食べてた。お腹空いてたんだって。一緒に初めて体験したかったのに。初めて食べます。いやー、初めて気になるな。どんな味なんだろう。もうやだラレンちゃん。もうはるちゃんは配信前にラレンちゃんがカブトムシを食べ始めた時失望したよ。なんでですか？こいつなんで一緒に食べようって言ってんのに配信前に食べちゃうんだ。それで聞いたらなんか、いやこれどんな感じで食レポしようかちょっと考えるために食べるんすよみたいな言ってて、なんだこいつ真面目かよ。やめてください。結構どんな食感するの、どんな味がするのってやっぱり皆さんすごく気になりますよね。で例えばですね、こんな論文を法政の先生と一緒に出した12種類の昆虫食の食感と味という調査した結果をこの論文として発表したことになります。でこの中ではその12種類の昆虫をいろんな人に食べてもらって、でそれでどういう食感がする、どういう味がする、そういったのをまとめた論文になります。比較的よく食べられている昆虫12種類全部使いました。でそれを使って食感ですよね、どんな食感するかということで、サクサクとかカリとか舌に残るとか油っぽいとか噛み応えがあるとかパリとかいろいろそういうそれ昆虫独自の独特のその食感についてすごいいっぱいこうガーッと書いてますけどこんな感じでここら辺ちょっと見て、もしあれだったら見ていただければこの昆虫こんな食感がするんだ、こんな味がするんだってことがわかると思うのでちょっと食べる前の予習としてねすごくおすすめだと思います。はい。でそれでラレンちゃんはどんな食べ方で食べるの？本日私十風亭ラデンはですね、カブトムシを、パンケーキに挟みつつ、あとはメープルとマーガリンでいただきたいと思います。はーちゃま先輩は何で食べるんですか？じゃあ豚汁で食べます。イエーイ、いただきます。じゃあパンケーキに挟んだカブトムシ食べたいと思います。いただきます。めっちゃさ食感がすごくない？ゴリゴリしてるんだけどASMR じゃんまずい？まずくない？いや、これ今こうパンケーキに入れて食べてるんですけど、このパンケーキのメープルシロップとこうカブトムシの香ばしさがいい感じにマッチしてて、これ結構
いけますね。ねえもうさ、食レポがさ、はい美しすぎて難しいこと何も言ってない。るとは思えないんだよ。なんかさ、何このなんか品のある食レポ、咀嚼、なんて言ってた？なんか、あれですね、食感はナッツに近いっすね。ミックスナッツっぽい感じ。なるほどね。もうちょっと塩味っぽいな、このカブトムシ。こんなさ、パンケーキで挟まったカブトムシがそんな香ばしい味がするんか。なんか、何これ、ボイルしてあるのかな、何なんだろう。ちょっと香ばしくて、食感はナッツで、なんだろう、独特の匂いがするんすよね、噛み砕いたら。はーちゃんもちょっとつけてるから、もうそろそろ食べないとぜひぜひなってしまう。先輩の食レポを見せてください。痛いかなこれ。頭の部分はあんまり美味しくないです。オッケーオッケー。胴体よりの方がうまいです。足を剥いで。足剥いだ方が食べやすいですね。若干足引っかかって口の中に奥歯に詰まりますんで。いや、はーちゃんももう食べたことないんだよ、カブトムシ。あ、そうなんすか。でもなんか食用ゴキブリに近いっすね、味は。なるほどね。そっち系の味がします。美味しそうに食べてましたね。すごい斬新な食べ方で、すごい僕も勉強になりました。ありがとうございました。いやでもすごい端的な的確なコメント、食レポだったと思います。ラディンさんですかはかなり細かいところでね、パンケーキとちょっとなんだろう、すごく合ってるとかね、頭はダメとかね、むしろその胴体の方がいいとか、まあそこら辺はやっぱりさすがにゴキブリを食べた人だけあってすごいよく説明されたと思います。まあそんな感じでちょっと楽しく面白く拝見しましたけど、カブトムシって基本的にはその外側がものすごく成虫の場合ね硬いんですよね。だから非常に食べにくい。甲虫全般にそうなんですけど、カブトムシの場合は特に外側の殻が硬いので、成虫を食べる場合は普通はボイルして開いて、で中の肉を取り出して食べるっていうのが普通ですよね。一番開いて美味しい部分が胸肉といって、飛ぶ筋肉、飛翔筋がすごく発達してるので、その部分が量は少ないんですけれども、赤身のすごく美味しいタンパク質の旨味があって、そこをほじって食べるという、まあそこが一番食べる部位としては美味しい部位じゃないかと思いますね。でお腹の方はそれほどその筋肉とかとにかく入ってないので、まあ一番食べるとしたらやっぱりこの胸肉の部分が成虫を食べる一般スタンダードな食べ方としてはそんな感じがしますけどね。だから今みたいに丸ごとガリガリ食べるってよっぽど歯が丈夫なんだなってすごい羨ましく思いました。はい。今ここで食べてたのはヒメカブトムシって言ってタイ産のカブトムシなので、それがこれですよ。日本のカブトムシに比べたらはるかに臭みが少ない、食べやすい。ただ殻は硬いですけどね、外側は。なので、まあ、そういう種類とか成虫幼虫によっても違うし、まあ基本的に何食べてるかによって調理法がいろいろ変わってくるんじゃないかと思います。いただきます。はーちゃまの食レポの見せどころや。どうすか。そうですね。ちょっと咀嚼しにくさはありますね。なんか大丈夫ですか、大丈夫ですか、ありますよ、袋ありますよ、大丈夫ですか。苦味が大人の味ですね。豚汁飲み込みます口の中に広がるカブトムシ。なんか大地の味がしますね。口に含んで噛み砕いた時に土を硬くした味。土を硬く、確かに土を硬くした味。カブトン汁だよこれは。めっちゃ語呂いいじゃないですか、カブトン汁。
あ、多分蜂蜜つけて食べたらえぐみなくなると思いますよ。忘れてた。今日は蜂蜜を持ってきたんだった。あ、食べる。ぜひ今ちょうどいい感じにヌンって出したんで、ニュンって出したんで。やばい見た目キモいいただきます。どうぞどうぞ。めっちゃいい匂いする。あ、これはさすがに甘すぎる。あ、そうですね。もともとメープルマーガリンが入ってますからね。待って、今いるカブトムシを飲み込んでからにすらまだいるんすか、口の中に。硬すぎて。うん。あ、そうですね。なんだろう、なんかやっぱり外の口角部分かながすごく硬いね。噛み砕けないほどじゃないんすけど、かけらみたいなのが口の中に残るみたいな、そんな感じがしますね。言いたいこと全部言ってくれたいただきます。パンケーキが優しすぎるどうすか。パンケーキカブトムシ。パンケーキとカブトムシが混ざり合うことでサクサクとふわふわどっちも味わうことができますね。美味しいっすよね。こっちの方が美味しい。豚汁の方食べてみてもいいですか。いいよいいよ。あざっすー。ちょっと待って。でもパンケーキカブトの方が好みかもしれない。なんか豚汁はなんかやっぱり汁物ってなんかその一体感がなくなっちゃって別々で食べてるみたいな感じなんで。そうですね。カブトムシ特になんかツルツルだし硬いから染みることもなく、あんまね、いただきまーす。染みないのよね。お、エスマイル来るぞ。あー、めっちゃいい音あんまりっすね。やんでしょ。いや、今回はあれだな、ラデンちゃんの食べ合わせが良かったな。それが正解っすマジで。お水を飲みます。まさにそうですね。ね、今言ってたように噛んで飲み込むことが大変だっていうぐらい硬いんですよね。だからそうね、どっちかって選ぶとしたら僕もやっぱりパンケーキの方選ぶですね、きっとね。パンケーキの方が甘いし、いくらかでもそのこう一体感、パンケーキ柔らかいので一緒に食べればなんとかね、食べれるかなっていう感じで。でもどっちみちちょっと食べにくいよね。特にカブトン汁はダメだね。名前はいいんだけどちょっとあまり美味しくないかもしれない。今回カブトムシを食べていたんですけど、次に食べるのにおすすめの虫っていうのはどんなものがあるでしょうか。一番おすすめはセミの幼虫、セミ幼虫のを燻製にするのね。セミ君って言ってますけど、これは非常にたくさんの人がファンが多いですね。やっぱり燻製にするからその香りによって若干の虫の臭みみたいなのがなくなりますし、非常にさっぱりしてて、なんだろう、ナッツの風味がして、鶏肉のような感じの歯ごたえといいますかね、食感なので、しかもちっちゃいからね、一口サイズで入るので非常にファンが多いです。あとはね、ちょっと上級編になってくるけど、スズメバチの特にでっかいやつね、オオスズメバチっていうちょっと怖いスズメバチいますよ。あれの前葉って言って前のさなぎって書くんですけど、さなぎになろうとしている段階で、その段階だと非常に柔らかでフグの白子以上っていうふうに言われてますけど、非常に柔らかで旨味があって、でこれのしゃぶしゃぶですね。新鮮なやつを巣から抜いて、でお湯でちょっとしゃぶしゃぶしてポン酢かなんかで食べるとこれが非常に美味しいです。なぜその前葉がいいかっていうと、幼虫の場合は蜂の場合全部糞を溜めてるんですよ、お腹の中に。でさなぎになろうとして糞を全部出してそれからさなぎになるんですけど、で糞を全部してからした直後ねは非常に柔らかくてかつ糞がなくてお腹の中きれいってことで一番美味しいステージですね。でもう一つは皆さん安心して食べれるのはイナゴの佃煮。これは定番で
昔から伝統食として日本ではね、稲作と同時にこう食べられてきたイナゴを佃煮甘辛く煮たやつね。でこれはもう日本でもやっぱり一番よく知られている昆虫食ですよね。だからそこら辺がやっぱりおすすめになります。個人的にイナゴの佃煮っていうのを食べたことがあるんですけど、はい、やっぱりどうしてもすごく抵抗感があるっていうか、虫食べた時に虫を食べてるっていう事実がガツンと来てしまって、はい、美味しい美味しくないの判断ができなくなってしまうっていう現象があって、なんかすごくこう気持ち悪いっていうバイアスみたいなのがあるんですよね。なので、なんか食べた時にこれは僕は虫を食べてるんじゃなくてバイアスを食べてるのかみたいな風にちょっと感じたことがあったんですけど、そもそも味そのものを正当に評価できないみたいな感じになっちゃう感覚があるんですよね。なんかそこら辺ってすごく虫を食べる時の一番のハードルなんじゃないかなと思ったりするんですけど、どうですか？そうですね。もうそれが一番の大きなハードルですよね。見ても 100% 拒否してしまう。そういう人が少なくとも日本の場合は圧倒的に多いですよね。なんだろうね。やっぱり好き嫌いってみんなあるじゃないですか。人参が嫌いとか、とにかくダメっていうのがあるじゃないですか。だからそれは人によって思考が違うので、食べたい人が食べるということですごくいいんじゃないかと思うし、あえて無理をして食べる必要は全くないと思いますよね。ただ今小学校とかちっちゃいお子さんで自由研究ですごく昆虫食を自由研究でこうやる研究対象にする子どもさんが増えてますね。でちっちゃい子どもってのは意外と先入観ないので、そういう子どもたちが今すごく増えてきてて、でしかも昆虫を食べる機会っていうのチャンスっていうの結構今ネットでも販売されてますし、購入する機会がすごく今出てきてるので、入手が比較的容易になってますよね。だからそういう子どもたちがこれがどんどん大きくなっていけば昆虫食を食べる人って自然に増えてくると思うので、だんだんに昆虫食も日本に定着していくんじゃないかなというふうに楽観的に考えてます。はい、そうですね。確かに食べてみた時のバイアスを食べてる感じみたいなのがあるのが、これまでの多分培ってきたものがあって、逆にそういうものがない子どもたちの方が虫の味っていうものをまっとうに評価できて抵抗がないっていうのは確かにそうなのかもしれないなってすごい。ただ問題はですね、親ですね。親が反対するでしょ。大体において。かつですね、やっぱり小学校といっても昆虫を食べてる子供って非常にやっぱり少ないことは少ないんですよ。だから友達に話すと友達からすごい変な目で見られたり、いじめの対象になったり、そういうことも聞きます。ですからやっぱりそういうことに関して非常に寛容で、子供が本当に真剣になって昆虫食をこう研究しようというふうに思ったらそれを応援するような、そういうような形で支援してほしいなっていうふうにすごく思います。そうしないとなかなか子供もねやりたいんだけどいじめの対象になっちゃって学校も行けなかったしまうっていうことになると大変ですもんね。なんか先入観が現実認識を歪めて、それがその人の人生だったりとかに結構影響を与えるっていうのは虫だけじゃなくて他の問題にもすごく共通することだなっていうのは思います。だから自分の本当にやりたいことってみんなあると思うんですよ。でもそれがあまり社会的にね評価されないものかもしれない。でそうするとやっぱり周りから言われるし、まずいんかなと思って抑えてしまうちょっと良くないよね。だからそこら辺のバランスがすごく大事だし、そういう意味では昆虫食っていうのはすごく新しい分野なので研究対象としては面白いところだし、好奇心をこう満たしてくれる、しかも食べ物なので食育のすごくいい教材になると思うので、皆さんもですねぜひ昆虫食ちょっとかじってみるというふうにしていただくとすごく嬉しいと思います。
僕は虫を食べた時に美味しいと思えなかったんですけどでもその美味しいと思えなかったこと自体もすごく発見だなっていうのがあって、それは今回みたいな調理法の問題かもしれないですし、その虫を食べているっていう事実に味覚がやられちゃってるだけかもしれないしそこはもしかしたらそういう事実をまっさらにしてみれば虫ってそんなに食べた感じ味があるものでもないというかさっき塩味っていうふうに言ってましたけど多分その調味料の味とかがメインになって虫自体の味ってそんなにないんですけどそれをなぜまずいと味のないものをなぜまずいと感じるのかって言ったらそれは自分の構えであったり、そうね客観的に評価できない、じゃないかなと思いますけどね。ところはあるのかなとすごく食べてみた時に思うよね。それはそうだよね。で僕自身も最初に食べたのがちっちゃい頃食べたのが蚕のさなぎなんだよ。で蚕のさなぎっていうのはすごく酸化しやすいのでしばらくほっとくとかなり匂いがねちょっと独特な匂いがするわけで結構食べて美味しくなかったんですよね。それがずっと続いたんですけども20年ぐらい前かな多摩動物公園で世界の食べられる昆虫展というのがあってそこで昆虫って今でも世界が食べられている20億人が2000種非常にたくさんの昆虫を食べているということを知ってじゃあ一緒にいた仲間3人とじゃあ近くの河原でバッタを取って食べたのね。でその場で取ってその場で素揚げして食べたらこれがものすごく美味しかった。鮮度のいいバッタの美味しさっていうのは全然違ったの。だからまずい虫もいるし美味しい虫もいるしあと鮮度が問題だしあと味付けが問題だということがその時分かってそれからですよねいろんな虫を捕まえて食べてどうやったら美味しくなるか考えてっていうのが20年間そういった形でいろんな虫にチャレンジしてきたわけですけれどもね、そういった歴史があって面白いですよ昆虫食ってのはそういう意味では非常に新しい食材なのでぜひ皆さんもチャレンジしたらどうでしょうか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。僕はですね普段イラストレーターとして活動していて、こちらの YouTube チャンネルでは手書き切り抜きの動画を投稿しているんですが、今回はですね新年のスペシャル版ということで、切り抜き動画にプロの解説をつけてみたという感じの動画になっております。先ほど動画内でも話したんですけど、虫を食べるっていう行為は自分の固定観念を自覚するのにすごく役立つのかなというふうに思いました。自分の感覚や感性っていうものがいかにバイアスに支配されているのかっていうのがよくわかります。あと昆虫食っていうのはですね国連の食糧農業機関が食糧危機を救うアイデアの一つとして、以前発表したこともあって、近年見直されてきているところでもありますのでぜひですねご興味のある方は、概要欄に内山さんの書籍や、論文を記載していますので、ご覧いただければと思います。今回はですね個人的にすごく、挑戦をした、企画だったのですが、いかがだったでしょうか。よければ感想などをコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でよろしくお願いします。